こんにちは、スパオです。今回は無印良品で超入手困難なあの商品をゲットできたので速報でお届けします。また今回これが発売された新宿靖国通り店のリニューアルプレオープンにお邪魔してきたので、その時の様子も軽くお伝えしたいと思います。楽しんでいただければ幸いです。ではどうぞ。はい、今回紹介するのがこちら、植物由来の原料を使ったワンショルダーバッグです。これは以前の動画でも紹介した某有名ブランドのバッグにそっくりなこっちの撥水ワンショルダーバッグ。今でもオンライン店舗ともに超入手困難なんですが、それのレザーバージョンが今回発売されました。先に言っておくと、今まで以上の争奪戦が起こります。というかもうすでに起きています。10月13日の金曜日に無印良品初の衣服に特化した店舗として新宿靖国通り店がリニューアルオープンされて、私それのプレオープンにお邪魔してきたんですが、この店舗のオープンに合わせて発売されたのが今回のレザータイプのワンショルダーバッグ。現在はこの新宿靖国通り店とオンラインのみの限定販売なんですが、すでにオンラインは完売していて再入荷待ち、おそらくですが店舗も完売していると思います。スペックなんですが、このレザーバッグの最大の魅力が植物由来の原料を使用している点です。通常の合皮の製品は生地に石油由来のポリウレタン樹脂を塗って作られているんですが、このバッグはそのポリウレタンの代わりにトウモロコシオイルを原料として使っています。石油の使用量が増えると地球温暖化の原因である二酸化炭素 CO2 の排出も増えてしまいます。そこで無印良品のような大手ブランドが植物由来の原料を使用することで CO2 削減の一翼を担いつつ、機能面でも環境面でもファッション界に新たな風を吹き込んでいます。ちなみにこのレザーを使った商品、他にもいくつかあって、ショルダーバッグやトートバッグ、サコッシュ、リュックサックなどバッグ類を中心に財布やベルト、キーケースなどの小物類の展開もされていて、これらも今回新宿靖国通り店でずらっと展開されていました。リュックサックもすごい質感良くて買うか本気で迷いました。この一面、このレザーの商品たちばかりなんですが、ここだけなんだかハイブランドのお店みたいな感じで、いい意味で無印っぽくなかったです。それを踏まえた上で今回のワンショルダーバッグについて触れていくんですが、これはすでに発売されているこちらの撥水ワンショルダーバッグと比較しながらご紹介したいと思います。はい、まず外観です。サイズ感はこちら一緒で、容量は約19リットル。バッグの中には仕切りやポケットはないことと、外側にデザインのアクセントにもなっているチャック付きのポケット、開口部にスナップボタンが付いているのは両方共通の仕様です。撥水ショルダーの方は表面も裏面の生地も両方ポリエステル生地、耐久性ありそうなしっかりとした生地感で程よく光沢もあるので、ポリでも風合いいいんです。そして今回のレザーショルダーは表面はトウモロコシオイル使用の合皮で、裏地はポリエステル生地という構成です。パッと見これもう某ブランドのものとそっくりです。ポリ素材の時も装帽に似ている感じしましたが、レザーになることでよりそれっぽさが出ています。この表面の光沢感も相まってすっごい高級感あるんです。これが映像でどれだけ伝わるかなんですが、合皮にありがちな安っぽい感じ皆無です。皮の質感とっても柔らかくて、こう動いたりすると皮がクシュッと潰れたり広がったりすることで光の当たる面がキラキラと変化するんですよね。なので持っているだけでいろいろな表情を見せてくれる、そんな魅力も感じます。はい、そして重さの比較なんですが、ポリエステルだけの撥水ワンショルダー 190g と約お茶碗1杯分の軽さ。これすっごい軽くて扱いやすいんですよ。これ自立もするので物の出し入れも容易です。そしてレザーショルダーの方はというと、なんと 300g、 メガバッグ1個分の重さで合皮のバッグにしてはかなり軽い部類に入ると思います。これは持ち運びもはかどりますね。続いてが持ち手の部分。撥水もレザータイプも両方とも中にクッション材が入っている分、長時間肩にかけていても食い込んだり痛くはなりにくいです。レザータイプの方は持ち手もちゃんとレザー使われているのはポイント高いですね。そしてレザーの方だけ持ち手の付け根のところに三角ステッチが入っているので強度の面でも安心です。そして外側のポケットなんですが、こちらもサイズ感は一緒で表面向かって左側についているので、
特に左肩にかけて使うと肩掛けしたままでもアクセスが容易で大変使いやすいです。携帯や財布、定期やコスメポーチ、イヤホンケースなどちょっとした小物を入れるにはジャストなサイズ感です。ただ長財布は入らないのでご注意ください。ただこれレザーの方で発見したんですが、外側の方の裏地が起毛素材になってるんですよ。この質感が地味に気持ちよくって、特に冬場に手を突っ込んだ時にはひとときの幸せを感じることでしょう。そして肝心の価格なんですが、撥水ワンショルダーが税込2990円、安いです。そして今回のレザータイプが税込で8990円、約3倍のお値段なんですが、これはもう実物触ると十中八九、コスパの高さを感じると思います。ここからは使うシーンを想定して比較してみたいと思います。既存の撥水ショルダーはパッと見の光沢感もあってポリエステルの割には風合いいいんですが、どうしてもカジュアル感出ちゃうと思うので、ちょっとしたお出かけなどカジュアルめなファッションがお好きな方ならバッチリ合うでしょう。加えて色展開がブラックの他にグレーとグリーンがあるのでコーデの幅も広がります。そして何といっても生地が撥水加工してあるのが嬉しいポイント。それに対して今回のレザーショルダーはより高級感と大人っぽさを出せるので、よりおしゃれが楽しくなっちゃうような質感の高さが魅力の一つ。シンプルな服装がお好きな方やモードっぽいコーデがお好きな方にもぴったりだと思います。より都会的な雰囲気感じますし、何よりこれもめちゃめちゃおしゃれです。これはデイリーな使い方はもちろんデートなんかにも使えそうです。某有名ブランドのものは素材やサイズにもよるんですけど、安くても 4,5 万はするので最強のジェネリックバッグとして活躍するでしょう。注意点というか強いて言えばポイントなんですが、これは撥水ショルダーもレザーも共通で、容量が多くて底が深い分バッグの中のどこに何があるかが分かりにくいです。バックインバッグなんかを使ってある程度整理して使う必要があるかなっていうところと、当然なんですがワンハンドなのでバッグの中をガバッと出してみるのは難しいです。この辺はワンハンド慣れていないと使いづらいポイントになるかもしれません。加えてレザーの方の注意点を付け出すと、こっちは撥水仕様ではないのでご注意ください。とはいえ合皮なのでそこまで劣化するわけではないと思うんですが、撥水のノリで使ってしまうと中の荷物にダメージが入っちゃうかもしれません。はい、いかがでしたでしょうか。形が特徴的なので若干使う人選ぶかもしれませんが、デザイン重視かつこのワンショルダータイプに抵抗なければ、これはもう大注目な商品かと思います。これ撮っている時点ではオンラインはすでに完売していたので、どうしてもゲットしたい方、定期的にサイトを覗くしかないです。先日リニューアルオープンした銀座店の方は食に特化した店舗で、今回の新宿靖国通りは衣服に特化したりと、それぞれの店舗で個性を出しに来ているのが最近のトレンドのようです。今回新宿靖国通り店のプレオープンで最初にお店に入った時には、一瞬入るお店間違えたんかなって思うほどに、もう服屋さんそのもの、無印感ほぼなかったです。またこの店舗を含めて新宿の4店舗では数量限定で無地カプセルトイという名のガチャガチャもあるんです。人気商品のマスコットやシールなどなど、ここでしか手に入らない激レア商品ばかり。私ももちろん回してきました。中には商品パッケージまんまのミニチュアシールと盛り付けられたカレーのシールが入っています。そしてこのガチャ300円なんですけど、中にガチャ実施店舗4店舗で使える300円オフのお買い物クーポンが入ってるんですよ。なので実質無料ガチャなんです。これは新宿行ったら行く気ないですね。先日ご紹介した無印のパスタシリーズしかり、キッチングッズしかり、最近では化粧品などのコスメ系も業界関係者から絶賛されていたりと、無印の商品のクオリティがいろいろなカテゴリーで爆上がりしています。私もそうなんですが、今までのイメージでいてしまうとすぐに置いていかれそうなほどに最近の無印特に進化しているので、最近無印行ってないなーって方も、食品しか普段買わないなーって方も、ぜひ他の売り場も見てみてほしいです。きっと素敵な発見があると思います。今回の動画が少しでもお買い物の参考になれば幸いです。このようにこのチャンネルでは普段は成城石井元店長の私がおすすめする成城石井やカルディ、無印良品のおすすめ品や食べ合わせ、たまに全国のスーパーで買えるおすすめの商品やデパ地下グルメといったマニアック企画など、食にまつわるあらゆる情報を発信しています。少しでも参考になったよという方は、いいねやコメント、チャンネル登録をいただけると嬉しいです。
またインスタグラムや Yahoo エキスパートでも情報を発信しているので、そちらもぜひ遊びに来てください。今回はこちらで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。